さんこんばんは、ひろみです。今日も一日お疲れ様でした。今日はですね、ちょっと声と動作が合ってないとお気づきの方もいらっしゃると思うんですけど、実はこの雑談動画の最初の3分弱ぐらいですかね、実は音がマイクの調子が変になっちゃって、この3分弱ぐらいだけ音が途切れ途切れになっちゃったんですね。で、撮り直しも考えたんですけど、ちょっと音をアフレコで載せてみようと思って、今こうして喋っております。で、今日は本当に雑談という感じで、以前1時間くらいの長尺の時事問題とかニュースとかをネタにしたそういう動画を聞きたいですっていう声があったので、ちょっと長々とですね、お話をしてみたいなと思ってカメラを回しました。で、今話してるのは自分がコーヒーが好きっていう話かな。ちょっとこの後続く動画からは音が入っているんですが、コーヒーの話をしています。ただ特にこだわりはなくて、インスタントコーヒーの話をしているようです。やっぱりちょっと美味しいの飲みたいなって思うようになって、今はこれを飲んでます。AGF のちょっと贅沢なコーヒー店っていうのを飲んでおります。全部試してみたわけじゃないんですけど、今のところこれが一番好きですね。香りが良くってミルクとの相性が一番いい気がします。はい。こんなものをちょっと今飲んで、ブラックじゃなくてミルクで割ってるんですけど、で、今日の音もそう、この前ツイッターの方で DM が来て、食べ物をね食べる動画ってあんまり撮ってないんですけど、確か2本目の雑談動画で食べたんですよ。どら焼きとおせんべいを食べたんですよね。それがすごい好きですってわざわざコメントくださって、だから今日ちょっと食べようかなと思いました。で、もう一つ小さい時好きだった駄菓子ベスト10もやってほしいですっていうコメントいただいて、それも面白そうだなと思ったんですけど、今ちょっと私ね、ちょっとだけ口内炎があって、で、この前ワクチン打ったんですけど、副反応かわかんないんですけど、ちょっと食欲があんまりなくて、あんまりって言っても朝昼晩食べてるし、今からおやつも食べるんで、普段の私と比べたらっていう感じでめちゃくちゃ健康体なんですけど、だからちょっとね、その企画はまた次回にさせていただきたいなと思ってます。で、今日食べるのはこれです。ナボナロングライフ東急線キャラクターノルルン。これは亀屋万年堂さんの代表作ナボナっていう、最近もね、乾燥機がめちゃくちゃ壊れてて20分と持たないんですよ。今もなって、ちょっとまた回してきますね。少々お待ちください。はい、戻りました。で、これはそう、ナボナっていうんですけど、この亀屋万年堂さんの一番有名なお菓子です。このバニラ味を、中はこんな感じになってます。4つ入ってるのかな。もう1個ぐらい入りそうだから入れてほしかったなとか思ったりして、このね、こんな感じでノルルンのキャラクターが書いてあるナボナをちょっといただきます。中身はこんな感じです。なんていうの、こういうお菓子のことをなんていうんだっけな、洋菓子なんですけど、ふわふわな生地にクリームが入ってる感じです。だから洋風どら焼きみたいな感じかな。いただきます。
り食べないからね。このナボナはなんかすごい上品な甘さですごく好きなんですよね。甘いのとコーヒーで、これぞなんかおやつって感じですね。で、今日はね、何の話をしようかな。最近皆さんどうですか？雑に聞きましたけど、私はそう私は8月2011年じゃない2021年の8月の話をちょっと聞いてください。めちゃくちゃいろんなことがありました。なんかね、8月は、夫の誕生日があって、なんかこういろいろ計画してたんですね。ケーキ焼いてご飯作ってって、毎年ケーキ焼いてるし彼の好物を作ってるんで、今年もしようって思ってたんです。だけど7月の終わりから8月の頭にかけて息子が2週連続で高熱を出したんですね。で、幸いコロナとかでもなく普通の風邪だったんですけど、丸2日間ぐらい40度以上熱が出てて、ですごいかわいそうだったんです。で、それと同時にこの状況だから発熱外来って言って予約をして病院に行かなきゃいけないんですけど、待つ場所がないんですね。院内に入れないから。で、呼ばれた人から順番に受付して、なんか隔離された部屋に通されるんですけど、そのワンワン泣いてる息子を抱っこしながら、真夏のむちゃくちゃ暑い時期に受付行って、また車内で待って、日中だからエアコンの効きも悪くって、で調子悪いからぐずるじゃないですか。で、呼ばれてまた抱っこで行って、で処方箋出るまでまた待って、で今度処方箋薬局行ってっていう、その一連の流れが結構大変で、そもそも発熱外来の予約を取るのも大変で、医療現場の皆さんもかなり大変だなって思ったのと、その小さい子供を持って外来に行くことがこれほど困難になるって思ってなかったから、そこで結構私も疲れが溜まっちゃったんですね。で、1回目の発熱はもう気合入れまくって、大丈夫だったんです。元気だったんですけど、2回目のその8月入ってからの発熱ではもうちょっとウイルスもらっちゃって、ちょっと調子悪くなったんですね。で、ちょうど夫の誕生日の日に前日に味覚と嗅覚がなくなって、このご時世でなくなってもう怖いじゃないですか。でも普段誰とも家族以外と食事してないし、遊びにも行ってないし、会うって言ったら仕事の人だけで、仕事中は死後現金で余計な話しないし、外に行くとき私不織布のマスク二重にして行ってるんですね。で、手洗いもしてるし、思い当たる節がなさすぎて、それでもし感染してたらもうとんでもなく恐ろしいウイルスだなって思ってね、ドキドキしながら病院に行こうとしたら、いつも行ってるところが予約がもう数日先までいっぱいですっていうことで、ちょっと違うところに行きました。で、そこで PCR 検査してもらったらすぐに結果が出るやつで陰性だったんですけど、その後の診察が結構適当で、アレルギーじゃないとか言われて薬を5種類ぐらいもらったんですね。でも、原因が違ったのと薬が強かったのか、どんどん悪化してきて、
味覚も戻らないし嗅覚も戻らないし、どんどん体が重たくなってきて、なんかもうずっと寝てなきゃいけないみたいな状態になっちゃったんですね。でその状態が怖くて、その原因がわからないってことが一番怖くって、でちゃんと診察を受けたくっても、この症状である限りは院内に入れないじゃないですか、どこも。でもなんとかして違う薬をもらいたいなと思って、で救急病院にね行ったんです。でそれが夫が人間ドックを受けた帰りで、つまり人間ドックってバリウムを飲んで胃の中を撮影するから、そのバリウムを出すために下剤を飲むんですよ。だからお腹がねすごい緩い状態の夫に頼んで、頼んだっていうか彼が連れ行こうって言ってくれたんですけど、行きました。でちょっと離れた救急病院だったから高速使って行ったんですよ。それでそしたらもうね、ほんとその場は戦場みたいな感じで PCR 検査を受ける人の行列だったんです。で私も最初窓口行ったら、もう味覚ない嗅覚ないって言った時点で、もう来ないでくださいみたいな感じになって、まず検査受けてくださいって言われて、でも2日前に受けた検査では陰性だったんですけどって一応証明書を持ってったんですけど、無理です無理ですっていう形で行きました。その受けに、別会場にある。でもそこが車も人も長蛇の列で、なんだこれはってびっくりしたぐらい、なんか想像を絶するね人の多さで、何時間も待って受付をしました。でその時看護師さんに症状を伝えたら、なんか味覚嗅覚ないっていう病気はコロナ以外ないよみたいなこと言われて、それもまた不安になっちゃって、どうしたらいいんだろうってね、家族もいるしって、なんかもう本当に不安だったんです。で、こういう症状があるから一般の人たちと同じ会場に行けないから車の中でまた待ってくださいって言われて、何時間も待って、で看護師さんがわざわざ来てくれて鼻の粘液を取ってで採取しました。でね、その後電話かかってきて、お医者さんとの電話診療だったんですけど、そこでいろいろと症状をねお伝えしたら、コロナか副鼻腔炎でしょうって言われて、副鼻腔炎っていうのはなんか鼻の中にウイルスが入っちゃって、でなんかこう海みたいなのが溜まっちゃう、だから詰まって鼻の匂いが効かなくなって、それと一緒に味覚もなくなっちゃうっていう、そういう病気があるんですけど、それだとしたら抗生剤が効くからっていうことで薬をね処方してもらったんです。でその薬が効いて2日ぐらいで戻ったんですよ、鼻と味覚は。で戻ったからもう一回ちゃんと診察してもらいたいなと思って、で案の定 PCR の検査、そこで受けた検査も陰性だったので、また電話してみたんですね、同じところに。昨日受けた検査も陰性で、薬が効いたのか味覚もね嗅覚も戻ってきたので、もう一回ちょっとちゃんと見ていただきたいんですけどって言ったら、そこの病院の方針でもう少しでもちょっとでもね、ここ1週間以内にそういう症状があった人は院内に入れないっていうルールがあるみたいで断られちゃったんですね。で、今こういう状況なんだなと思って、自分では普通の診察を受けられると思っててもできないっていう、そういう時代が来るってでもちょっと前の自分は思ってなかったし、当事者になるとめちゃくちゃ不安だなと思って、でちょっといろんな人に相談したら耳鼻科がいいんじゃないかって言われて、近くの耳鼻科でいいところを探して行きました。そこも混んでたんですけど、発熱外来とか内科とかよりは普通に予約が取れました。でそこで見てもらったらもう詰まってるねっていうのがはっきりして、でそこで強めの抗生物質をもらって、でやっと治ったんですね。それが8月もう頭からずっとあって、前半かな、前半の出来事でした。で、それだけでも大変だったんですけど、
その後半にあった出来事がまた初体験なことで重なる時って本当いろいろ重なるんだなって思ったんですけど、ある事件が起こったんですね。我が家は息子が一人いて、車で保育園まで送迎してるんですけど、迎えに行った夫がね、駐車場止めた時に息子がぐずったから車の鍵を渡したらおとなしくいつもなるんです。だからその鍵を渡して自分もドライバー席から出て後ろの後部座席にいる息子をピックアップしようと思ったそのドアを一瞬で閉め切ってしまった。中には鍵を持った息子だけがいるっていう、その 1,2 秒の間にガチャってロックをかけられちゃったんですよ。でまさかそのタイミングよく車の鍵のロックボタンを息子が押すって、思ってなくって、まさかの息子が閉じ込められちゃうという事件が起こったんですね。で、私に急いで電話があって、私ももうこれは窓を壊して入るしかないんじゃないかなってまず思って、でもう一つはその車をね故障した時に呼ぶサービスにまず電話をしてっていう、なんかいろんな結構そういう時って頭冷静に動くんだなって自分でもびっくりしたんですけど、まず様子を見に行ったのと同時に、まずじゃあそういうサービスを呼ぼうって言ったら、そこがその鍵をね持っていくのに1時間ぐらいかかりますっていうことで言われちゃって、そんなに待ってられないねって、じゃあ窓を割るかってなった時に、自分たちで割ると変に割れて中にいる息子を傷つけるかもしれないから、ちょっと警察にね連絡してちょっと相談してみようって話になって、そしたらすぐ来てくださったんです。ただすごい大ごとになってしまって、警察と消防車と救急車が来てくださったんですね。でその時もすでに息子は 2,30 分ぐらい中に入ってて、ですっごい暑い日ではなかったんですけど、まだ蒸し暑い時期だったから汗もダラダラかいてるんですね。でもう私も心配でドキドキしながら見守ってたんですけど、何よりものすごい数の方々が助けに来てくださったっていうことが、なんていうんだろう、こんなお忙しいご時世で申し訳ないなっていうのと、日本って本当にすごいなって感動しました。普段税金を払っているからこそこういうシステムが成り立っていて、なんか本当にありがたいなって本当に思いましたね。で最初は車をなるべく傷つけない方向でということで、息子もまだぼーっとしてないし元気そうだから、なんか外から車内を温めるために水を車体にかけてくださって、でドアをね開けるっていうことを試みてくださったんですけど、やっぱり開かないっていうことで窓を割りました。でそこでかかって50分ぐらいかな、トータルかかったんですけど、無事に息子は元気のまま救出をされて、本当にいろんな方に助けていただいて、本当になんか感謝だなっていう気持ちと、子供っていつ何をねどうするか分かんないから、まさかこんなことしないだろうとか思わずに、本当に貴重品は絶対に渡さないとか、一瞬たりとも1秒たりとも子供を車内に一人にいさせないとかね、そういう教訓になりました。でそれだけじゃなくってこれは別の日なんですけど、リビングのねドアがガラス張りになってるんです、我が家は。でちょっと暑かったから風を入れようと思って窓を開けていて、でその時にタイミングよく息子と夫が帰ってきて外から、でその風圧で思いっきりリビングのドアが閉まったんですよ。でそれは今までも何回かあって、で閉まっちゃった、危ないって気をつけようっていう感じだったんですけど、その時あんまり風は強くなかったはずなんですけど、パリーンってガラスが割れちゃったんですね。もうなんかそういう時も
わーとかじゃなくて、マジかみたいな、すごい冷静になる自分がいて、でまず息子が近づかないように外に出ててって言って掃除をするんですけど、こういう感じで8月って本当にいろいろと立て続けにいろんなことが起こるものなんだなって、なんか変に冷静な自分がいました。でおかげさまでどちらも今は修繕をして、車もドアも無事に綺麗な状態に戻ったんですけど、医療機関の方々はじめ消防隊の皆さんとか救急隊の皆さんとか警察官の方々とか、本当に皆さん親切で、8月の最後にはワクチンも打ったんですけど、皆さんもう何百回とね同じことしてるはずなのに本当に丁寧で親切で、なんかこれはなんて言うんだろうな、本当に当たり前のことじゃないよなって、本当に感謝だなって思いましたし、なんかこう、コロナに関しては今まで自分がやってきた感染予防対策っていうのをもう徹底してやり続けるしかないし、自分の仕事をね、やるべきことをしっかりやるほかないなっていうことをね、なんかすごく思いました。ちょっと真面目な話になっちゃったんですけど、8月のハイライトはそんな感じで、なんかね本当に振り返ればですけど、渦中にいた時はあまり気づかなかったんですけど、8月のトピックめちゃくちゃたくさんあったなと思って、重なる時は重なるんだなって思いましたし、なんか人生もね、何もかも波があるって言いますけど、なんか本当そうなんだなって思いました。だからって言ったらわかんないけど、息子のね機嫌も本当悪い日が多くって、ママっ子がどんどん激しくなってきたり、もうイヤイヤ期なのかわかんないけど本当に激しいことをしてくれて、夜泣きも再発して結構神経が疲れちゃってたんですけど、9月はもうすっごい元気いっぱいでニコニコして、そんなご機嫌でどうしたのってくらいもうニコニコで、なんか嵐が過ぎたのかなとかね、ちょっと思ったりもしました。はい、じゃあちょっとね今から少し作業しようかな。今すごい取りだめしてる動画がたくさんあって、編集が追いついてないんですね。でそうなので、今最近は必ず字幕もつけるようにしてるんで、そこまでやろうと思うとちょっと時間がかかるようになっちゃってるんですけど、今取りだめしてるのは朗読と、あとはチャンネル登録者数2000人突破記念動画と、あとは雑談と、あとこれから撮りたいのが、でも本当にいっぱいあって、眠ってはいけない授業も1時間弱ぐらいの尺のがあって編集中なんですね。だからねちょっと今回ってなくて、どんどん過去の映像になってしまうんですけど、これを効率よく回していきたいなと思ってる今日この頃であります。そう、もう多分この動画を出す頃には2000人のね記念動画が出てると思うんですけど本当に申し訳ないぐらい下手くそな歌をアップロードしてしまいました。私もうちょっと上手だったと思ってたんですけど、上手だと思ってたのは多分カラオケのマイクのおかげなんだなって思いましたね。エコーがあるからすごいうまく聞こえてたんだなって。お風呂と一緒ですよね。お風呂も響くからすごい上手に聞こえるのと一緒で、だからすごいショックでしたね、自分の歌声聞いて。あれを聞いてね、もしかしたら落胆された方もいるかもしれないけど、私のことは嫌いになっても歌のことは嫌いにならないでください。というか歌が本当に素敵だから、ちょっと歌詞を読みたいなって、歌いたいなと思って皆さんにお届けできたらなと思っ
ってチョイスしたんですけど、あんな下手な歌でもね載せていいんっていうね、なんかそういう風潮になるといいですよね。別に誰もね責めてないと思うんですけど、いやでもちょっとびっくりした方もいらっしゃったかもしれなくて、この場を借りてお詫びをさせてくださいね。だから本当にね、アカペラで上手い人ってどんだけ上手いんだって思いますよね。羨ましいな。ちょっと今探してた動画がなかったな。そうしましたら、ちょっと絶対に眠ってはいけない授業の編集をしようかな。今回はね、日本史なんですよ。日本史の聖徳太子の話をね読んだり、彼がやった偉業を、振り返ってみたりとかやってるんですけど、ものすごくいい憲法だなって。17条の憲法、聖徳太子が作ったやつ、あれはねぜひね今も取り入れてほしいなって思いますね。ネタバレになっちゃうんで、ネタバレって言ってもね知ってる方もたくさんいると思うけど、17条の憲法あって、和をもって尊しとなしっていうのが一番有名なのかもしれないんですけど、中には人を妬まないとかね、人と違うことに対して怒らないとかね、本当にねその心構えめちゃくちゃ大事ですよねっていうことが書いてあって、これはね今も取り入れてほしいなってすごい思いました、読んでて。そんなことが書いてあって現代にも通ずるなっていうねことがあって、とても私自身勉強になりました。前回の世界史よりも面白くなってるんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さん決して寝ずに見ていただきたいです。でね、本当にずっと喋ってると作業ってできないんですけど、そうね、最近の出来事で言うとね、そうだな、なんか普通のナボナはフルーツ味がいくつかあるんですね。これはバニラです。おいしい。1個ね128キロカロリーですって。神谷万年堂といえば去年シャトレーゼに吸収されましたよね。シャトレーゼっていうのは洋菓子屋さんの大手で、もう本当にいろんなありとあらゆるアイスクリームとか、洋菓子とかパンとかいろんなの作って、ケーキとかね作っているお店ですけど、会社ですけど、一つシャトレーゼ思い出があって、私がまだ子供だった頃に私の父のいとこのおじさんが定期的に我が家に遊びに来ることがあったんです。で私たちと過ごすっていうよりは父親とただ話をして帰るだけなんですけど、必ずお小遣いと、あとシャトレーゼのお菓子を大量に買ってきてくれる、ものすごく気前のいいおじちゃんだったんですね。なので私たちはもう彼が来るって聞いたら、もう犬のごとくね尻尾をフリフリしながらまだかまだかと待ってるんですよ。でシャトレーゼは先にくれるんですね。だからやったー
昔のキッチンとリビングの間にアコーディオンカーテンみたいなのがあって、でアコーディオンカーテンってなみなみになってるから上の方が隙間で見えるんですよ。でお姉ちゃんと一緒に椅子に宇宙登ってリビングの方こうやって覗いて、まだ喋ってるねって、いつ帰るのかなとかってめっちゃ失礼なんですけど、喋りながらそろそろ帰りそうってなった時にスッてなんかこう廊下の方へ出てね、もうニッコニコしてなんかお小遣いくださいみたいな顔して待ってたっていう記憶があって本当にね、おじいちゃんにはいっぱいよくしてもらいました。でそのおじちゃんをだから思い出すんですよね、シャトレーゼ。そんな昔からある洋菓子店ですけど、そこと亀屋万年堂が一緒になったっていうことで、私としては結構大きな衝撃でした。亀屋万年堂っていわゆる和菓子屋さん、これも洋菓子だけどなんかちょっと和菓子テイストな雰囲気があるんですけど、和菓子部門を吸収したっていうことで、多分そこを強化されるっていうことだと思うんですけど、亀屋万年堂さんはもう本当に長い歴史があるお菓子屋さんだから、なんだろうね、生き残るためにじゃないけど、どういう感じでどう決断されたのかなとかね、その背景みたいなものを勝手に想像しておりましたが、でもお互いのいいところを吸収してまた美味しいお菓子が作られていくのかなと思っています。私結構その会社と会社がくっつくとか、その会社が例えば資金調達をしたとか、そういう話を聞くと、どういう人がまず社長なのかなとか、どういう企業理念なのかなとか、結構そっちがに興味がいく方なんですよね。そうだからそうやって会社のことを知ろうとすると、より面白く見えるというか、で私も仕事柄どういう企業さんと関わるかは全く未知数なので、そういう意味でも昔2年くらい前かな、妊娠中もう9ヶ月くらいの時に最後の司会業として、出産前の最後の司会業としてやったところも全然知らない企業さんだったんですけど、どこかの企業さんと共同開発をするっていう記者会見だったんですね。でよくなんていうのかな、本当に総理大臣とかがとか著名な方が記者会見で使うような、そういうもう本当老舗の会場で、私記者会見の司会は初めてだったんですよね。だからマジかここでやるんだと思って結構緊張してやらせていただいたんですけど、その時もこういう技術を持った会社があるんだなって、日本ではあまり流通してなくても意外とヨーロッパの方とかで流通してるっていうね、企業さんもあるんだなっていうことが勉強になったし、すごく知れて楽しかったですし、やっぱりその個人でやる良さもあるけど、会社だからこそできることもあって、私は今個人で働いてるのでその世界を見れなかったり、その良さを堪能できるんですけど、会社は会社でやっぱ規模が全然違うから、仕事を通してそういう会社さんとつながれること、知れることっていうのは、その知るきっかけをいただけるっていうのはすごい楽しいなってやってて思います。最近ちょっと司会の仕事はあまりやってないんですけど、やっぱり人と関わることって大変なことも多いけど、気づきだったり学びだったり、やっぱり人と話してインスピレーションまたなった、はい、そういうね、人と話すことでしか得られないインスピレーションもやっぱりあるわけでね。だからそういう意味では人と直接話す機会が本当に減っちゃってるからね。もしこのコロナが収束したら、もうビンビンにこう刺激をみんな受けまくるんだろうなって思います。
昔このすごい雑学っていう本の中からいくつか雑学を出したことがあるのを覚えてる方はいらっしゃいますでしょうか。ちょっとねこれを今日やってみようかなって思います。じゃあ第1章からいきますか。第1章からやってみようか。どうでもいいかもしれないけど絶対わかんないみたいなね、ほんと雑学ですよね。じゃあまず第1問、蚊取り線香はなぜ渦巻きになっているかお分かりでしょうか。アメリカからの原料の除虫茎が伝わったのは明治18年1885年だから、蚊取り線香が生まれたのは明治以降である。はじめ線香のような棒状だったが倒れて火事になることもあった。1895年頃、大日本除虫菊株式会社創業者の妻が蔵の中でとぐろを巻く蛇を見て、その話を夫にしたところ、即座に渦巻き状の蚊取り線香を思いついた。渦巻き状なら寝かせて燃焼できるので安全、しかも長いので長時間燃やすことができる。現在は30センチメートルと75センチと125センチのものが販売されてるんですって。燃焼時間はそれぞれ3時間、7時間、9時間だそうです。すごいですね。では第2問、温泉宿の料理はなぜあんなに品数が多いのか。確かに温泉宿にね泊まったことがある方はびっくりするくらい多いですよね。全部なんかちょこちょこですけど、なんかこんなにね洗い物いっぱい大変だなって私なんか見ちゃうんですけど、これはなんでかあるそうですよ。昔から日本料理には品数を多くし奇数でまとめるという伝統があった。少しずつの料理を皿数多く賑やかに出すのが縁起が良いとされたのである。数え方はご飯と1汁4菜、おかずを4品。奇数といってもたくあんなどは3切れ、右切れ、4切れは死につながるというので2切れか5切れにしてある。2切れか5切れにしてある。確かに2切れですよね、だいたいたくあんとかね。あと今日じゃない、今パラリンピックやってますけど、トライアスロン、この競技種目はなぜマラソン、自転車、水泳なのか。なんでだろう。もともとハワイにはホノルルマラソン、オアフ島一周サイクリングレース、ワイキキラフウォータースイムの3つの大会があった。1977年にこの3つの大会のうちどれが精神的に一番過酷かという論争がアメリカの海兵隊を発信源に広がり、それならいっそのことマラソン、自転車、水泳を一緒にした競技大会をやればいいという話になり、1978年2月に15人が出場して第1回のトライアスロンが開かれた。それが世界に広まった。競技は水泳、自転車、マラソンの順に行われるですって。次です。弁当の割り箸を食べ終わった後折るのはなぜか。これ折る人と折らない人どっちもいるような気がしますけど、皆さん折りますか？私は折らないかな。駅弁についている割り箸を折って捨てるのは捨てやすくするためと思っていないだろうか。それはそうだが、駅弁に限らず昔から割り箸は折って捨てるという習慣があった。今はそばやうどんを食べて折る人はいないが、江戸時代は他人の使った箸を使うと口から災いが入り込むと考え、使
使うとすぐに捨てていたのである。その習慣が現代にも引き継がれ、深い意味を考えることなく折って捨てているのだ。そうなんだ。じゃあこれです。いただきますというのは料理人に対しての言葉ではない。なぜか、料理を作ってくれた人や作物を作ってくれた人に感謝の気持ちを込めていただきますというのではないんだそうです。正しくはかまどの神様に向かって発する言葉である。かまどの神様といえば、今で言うと台所の神様だ。この神様は物をくださる神様として昔から人々の信仰の対象となってきた。物とは米や野菜などの作物、その他神羅万象からの授かり物である。その習慣が今に残り、子供の頃にしつけられた人はいただきます、ごちそうさまと習慣的に口にしているのである。ですって。ちなみにうちの息子は保育園でいただきますの前に手はお膝に置いてくださいって言うんですって。でそれを手はお膝にピンって先生が言うことがあるらしくって、でそれ最近できるようになりましたよって聞いたので、家でもやってみたんですね。もう食べ物を目の前に置いて、やったーって言って喜んで、食べたいよっていう状態の時に、手はお膝にピンって言うとやるんですけど、ピンが言えなくてチーって言うんですね。それがなんかね、親バカなんですけど可愛くて、チーって言って、でしかも膝に置けなくて手をなんかお尻に当ててるっていうのもまたね、今しか見られない光景だなとか思いながら何回もやりたくなっちゃうんですけど、食べたいのに食べられないねっていうのはかわいそうだから1回で抑えておりますはい。なんかね、面白い話をしたいなって思うんですけど、面白いかどうかわかんないんですけど、今年に引っ越してきて初めて夏を迎えたんです、ここで。前住んでたところは結構都心だったんで、虫が全然塗ってなくて、セミとかも声は聞こえるけど実物を見ることは一切なかったんですね。なんですけど今年はもうありとあらゆるところにセミがいて、だいたい死骸なんですけど、本当にセミをいっぱい見たなっていうね、そういう年でした。でそのセミについてちょっと親と話をしてた時に、いきなり父親がつくづく帽子つくづく帽子つくづく帽子って歌い出したんですよ。びっくりして、気がねおかしくなっちゃったのかなと思って、どうしたのって聞いたら、知らないのって言われて、セミにはいろんな種類があって、つくつく帽子っていうセミもいて、そのつくつく帽子はこうやって鳴くんだよって言われたんですね。でなんかね、そんなこと知らなかったし、いきなりセミの真似されると怖いじゃないですか。びっくりして、びっくりしすぎても爆笑だったんですけど、調べたらね、そんなつくつく帽子、確かにそう聞こえなくもないかなみたいな、そういう感じでした。で他にも、ミンミンゼミはミン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 って鳴きますよね。でアブラゼミは確かジーって鳴いて、でその日暮らしなんかそういう名前のセミはまたちょっと情緒あふれる鳴き方をするんですよね。なんか面白いなと思って、確かに言われてみたら、今まで聞いたことがあったかもしれないっていう鳴き方ではあったんですけど、そういうのをなんか知らないままね、この年になるまで、いたので、ちょっと急にね歌われてびっくりはしましたけど、新しいことをちょっと学んだ夏でもありました。もうすぐもう9月だし、9月入ったらちょっと寒くなってきて、たまたまかもしれないけどね、
ね。まだ暑くなる日が来るかもしれないですけど、なんか秋になってきてるんだなっていう感じはします。皆さんは今年の夏はどんな風にお過ごしになりましたでしょうか。秋はね、秋の楽しみはね、私金木犀がすごい好きで、金木犀の香りが大好きなんですね。で、金木犀のなんか香水とかも昔使ってたかな。なんかそういう、それくらい好きなんですけど、匂いを嗅ぐと秋が来たなーって思います。で、秋が私一番好きかもしれない。なんかちょっと寒くなる過程って少し気持ちもセンチメンタルになりがちじゃないですか。でも切ない感じが結構好きで、そう、なんか春は春でワクワクするんですけど、秋は秋でなんかちょっとふとなんか物思いにふけてみたりとかね、なんかちょっと考え事したりとかね、そういう感じですごく好きな季節です。皆さんは春夏秋冬、四季がない国もねありますから、私が昔住んでたタイは年がら年中冬じゃない夏だったんで。でもね、面白いことにね、冬になると冬服が売ってたりするんですよ。マンションには大抵プールがついてるくらい年がら年中夏だからなんですけど、冬は冬らしい売り物になってくるのがまたおかしくって、絶対着ないでしょみたいなコートとかね、帰国する人とか旅する人用なのかもしれないですけど、それがすごいおかしかった記憶があります。そう、なんかちょこちょこね、やっぱり思い出ってあるんだなってふとした時に思いますよね。で、今この瞬間のこともきっと思い出になるんだろうなって思うんですよ。8月の私が今日話した出来事もきっとあの時大変だったねって言って、そうで、夫の誕生日会もおじゃんになりまして、私もそんな状態だったし、でケーキ作ってご飯を作ってっていろいろ考えてたのに、結局ご飯作る元気もなくて、その誕生日当日に出したのはご飯と味噌汁と、せめてね一品でも彼の好きなものをと思ってアスパラガスが好きなので、冷凍のアスパラをただ塩とオリーブオイルで炒めただけっていうむちゃくちゃ質素なご飯になりました。でもそういうご飯もすごいやっぱ美味しくって、たまに毎日ね豪華でもなんか飽きちゃうし、毎日美味しいものばっか食べても慣れちゃうしっていうので、久しぶりになんか肉もない魚もないそういうご飯でしたけど、私はなんかそういうご飯も好きだなと思いながら食べてました。なんかオリーブオイルが美味しいと大抵何でも美味しくなる気がする。昔美容と健康の話でオリーブオイルの話をしましたけど、最近はアマニ油っていうのも取るようにしてます。これは全然味がないんですけど、なんか、とにかく体にすごいいいですね。で、前に吉川ひなのさん私フォローしてるんですけど、 YouTube も Instagram もしてるんですけど、彼女はもうほんとビーガン生活を送ってるんですね。で、鶏をハワイのお家で飼って卵を産ませたりとか、本当にフレッシュな野菜とか果物をとってて、で小麦粉とかも使わないし、お肉も食べないしっていうような生活をされてるんですけど、その中でよく紹介されるのがココナッツオイルなんですよ。で、この前紹介してたのはココナッツオイルを使ったクッキーだったんですけど、ココナッツオイルってすごい高くって、クッキー作ろうと思って見に行ったんですけど、ちょっと値段忘れちゃったけど1回のクッキーでもう消費しちゃうくらいのね量しか入ってないし、これはちょっとなんか続けられないなと思って、なんか何かをするときに私の中の一番大事にしてるポイントは、その情報とか正しいかっていうことと、その自分にとって効果があるかっていうことと、もう一つ長く続けら
られそうかどうかっていうのを大きな基準にしてるんですね。1回2回やったところで絶対効果は出ないから、とにかく続けられることを選ぶようにしてるんですけど、ココナッツオイルはちょっと続かないだろうなと思って、オリーブオイルだったら手が出しやすいので続けてます。で、アマニ油はこの前人間ドック行った時に勧められたんですよ。で、何に良かったかはちょっと忘れちゃったな。なんだっけな。アマニ油の効果としては、必須脂肪酸であるアルファリノレン酸やリノール酸を豊富に含みます。コレステロール値の上昇を抑制するだけでなく、動脈硬化の予防や血流の改善、免疫力の向上などにも効果があるとして近年注目を浴びている、成分です。血流を改善する効果、生活習慣の、病の予防とか改善、記憶力や学習能力を高める、美肌効果、アレルギー症状を緩和する、そんなことが書いてありて、確かそうですね、血管の話になった時にお医者さんに勧められた気がしますね。まだその動脈硬化とかね、そういうものの兆しはないんだけれども、やっぱりその血流を良くしたりとか血管が硬くならないようにするためにアマニ油とかおすすめですよみたいなことをさらっと確か言われてて、それがなんか妙に頭に残ってて、でアマニ油も安くないんですけど、なんか昨日作ったのはトマトとアボカドのバジルとパセリとオリーブオイルと岩塩あえみたいなのを作ったんですけど、そこにちょこっとだけアマニ油を入れて、味がないからなんかちょっと気持ちオイリーさを出すみたいな感じでっていう意味だったら使い続けられるかなとか思ってやってみてます。だけど昨日始めたばっかなんで効果はちょっとねまだわからないです。もしやったらご報告をしたいと思います。でも美肌効果があるっていうのはねすごいいいですよね。元気がね出ないから栄養ドリンクを8月飲んでたんですけど、すっごい肌が荒れたんですよ。で成分見るとお砂糖がいっぱい入ってるんですよね。でお砂糖って白いお砂糖は特にやっぱり体を老けさせると思っていて、そのせいかなとか思って飲むのをやめてからは肌の調子は戻ってきたんですけど、なんか自粛生活になってから外食一切してないし、外で買って食べるってこともものすごく減ったからかめちゃくちゃ体が敏感になってて、ちょっとでもなんか悪そうだなじゃないけど添加物もりもりのもの食べるとすぐお通じだったり肌に出てくるようになった気がします。あとはめちゃくちゃ味覚が敏感になりました。ちょっとしたものでもすごい味が濃く感じたりとか、なんか風味がないと美味しくないって感じたりとかして、1年ちょっとでもこんなに人って変わるんだなってびっくりするくらい、そう今なんかほぼお塩と天菜と醤油もちょこちょこ使うか。でもだいぶ調味料の減りも減った気がしますね。これで健康体になってるといいんですけど、そうね。あとはね、最近私が課題に思ってるのは体を全然動かさなくって、ストレッチだけは唯一続けてるんですけど、やっぱり歩くっていうことをしないと人は健康にならないと私は思ってるんですが、なかなか生活の中で 2,30 分歩く時間をないがしろにしがちなんですよね。多分スマホ触ってる時間を全てカットしたら全然生み出せるんですけど、まだまだ自分に甘いというか、なんか YouTube 見たりとかスマホ触ったりとかそんなことでちょっと自分を甘やかしつつあるんですけどね。そう
話をしてきましたけども、皆様作業は進んでますでしょうか？またこういうちょっとダラダラトーク聞きたいなという方いらっしゃったら、ぜひグッドボタンとコメントを載せていただけると嬉しいです。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは、今日も今夜も皆様にとって良い、穏やかな時間になりますように。また次回の動画でぜひお会いしましょう。おやすみなさい。